高千葉ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は財務省解体デモが1000人以上集まるようになってネット上で議論が白熱している件について話していきたいんやけど、去年の11月頃から SNS を中心に増税や緊縮財政に対する批判の声が財務省に向かい始めて、で、デモ自体は12月頃から各地で行われとって、現場では増税反対や消費税廃止といって主張を訴えとる。で、今年の2月21日に東京霞が関の財務省本庁所前で開催されたデモに関しては、もう1000人以上が参加するなど、規模が大きくなってきたのね。で、この事態に対して、YouTuber のヒカル氏が23日に、マスコミが財務省解体デモについて報じないから代わりに僕は広めますと題した動画を公開したと。取り上げたメディアが、少なかったため、SNS 上で、大手メディアがデモを黙殺しとるという批判が広まっとったこともあって、影響力のあるヒカル氏が切り込んだことを称賛する動きが高まっとったんよね。ただ、そんな流れに対して、堀江貴文氏が26日の動画で消費税廃止にメリットはないと主張し、デモやっても何の意味もねえよって、その通りなんだと思うし、正直があまり報道しないのはバカバカしいと思っているからですって言った財務省解体に対しての懐疑的なスタンス、だからヒカル氏とは反対の意見やねを示した動画を投稿したんよね。これに対してヒカル氏も X で、堀江さんはとにかく頭はいいけど、大衆の気持ちが分かっていない気がしました。と反論して、議論自体がヒートアップしとんのよね。で、これに対するアンサー動画で、堀江氏がまた動画を出したんやけど、財務省を解体することに対して、したところでどうもなんねえっていうスタンスやから、堀江氏は、デモしとる人たちに対して、結構懐疑的な、意見だよね。ひろゆきとかもそうやったよな。そう。ひろゆき氏も、堀江門と同じ立場やね。だから。デモなんかしても意味ねえよっていう感じやんな。そう。結局だから、お前が貧乏なのは財務省のせいじゃなくて、お前のやる気とかが能力が足りねえからって言って、締めくくっとんのよね。堀江門は。堀江門って感じやな。でも確かに、堀江門の言っとる動画とかの意見を聞いたら、このデモに参加しとる人たちって、ちゃんとした税の流れを知って、デモをちゃんと行っとるんかなっていうのは、確かに怪しいとこがあるんよね。確かにな。こういう減税とか、中には外国人の生活保護に対しての意見とかも、このデモに参加しとる人で言いとったんやけど、これってやっぱ財務省に行ったところでなんよね。どうしようもなくないそうやな。根本的にずれとる気がすんだよね。外国人生活保護とか、あと、外国へのばらまきやめろとか。そう。矛先が違うような気はするけどな。そう。だから手段と目的が一致してないよね。そうやな。デモ自体は、効果があるかどうか、実際に財務省がこれで解体するってことないと思うけど、このデモをやっとるっていう事実とかを対外的に知らしめて、それで一般の人たちに意識を持って向かせるっていう点に関しては評価できると思うんやけど、いかんせんちょっと参加者のリテラシーのなさがちょっと露呈しとるような気はするな。そう。無知をな、ちょっと晒して、実際そこ無知を晒しと、確かに。疲れとるからな。そうやな。消費税廃止を訴えとるけどさ、なんで消費税を廃止したいのかがよくわからんのよな。いや、だからそれも、とりあえず、今現状の、その目の前の生活を楽にしたいからってことなのかな。やっぱ。そう。その後のことを考えてないから、結局財務省を解体したらどうなるのかっていうのが、多分、深く考えてないんやと思う。実際、生活が困窮しとる人たちが集まって、その鬱憤を晴らすためにデモに参加しとるっていう側面はあるかもな。確かにな。その怒りの矛先を向けるのが財務省なのが正しいかどうかじゃなくて、ただただ何か言いたいっていう人たちが集まっとるのように感じたな、俺は。わかるわ、それ。だからもう財務省っていうよりは、とにかく政治に文句言いたい人たちが集まっとんのちゃう。気になったんがさ、女子高生とかもさ、このデモに参加しとってさ、演説っていうかさ、マイクパフォーマンスしとったんやけどさ、子供とかも内容がちょっとずれとったから気になったんやけど、子供を使って大人を言わせたって言ったらあれやけど、また陰謀論みたいな話になってくるからあんま深くは追求せんけど、いろんな人を使ってなんか動いとるような気がして、なんか気になるな。俺が見たのは、小学生か中学生が、公民の授業で、景気が悪い時は減税するのがセオリーだっていうのを習いましたって言って、で、そうなん財務省の方々は、義務教育からやり直した方がいいですとか言って、いう動画がなんか拡散されとんのを見て、X で子供にこんなこと正論で論破されて、
恥ずかしくないんかみたいな言っとるあ、そういう指示そうなんや。X のアカウントがあったんやけど、その内容について合っとるとか合ってないとかっていうことはいちいち言わんけど、子供を使ってというか子供にそういうこと言わせて喜んどる連中が集まっとんだよなとはちょっと思ったけどな。確かにな。深く物事を考えずにやっとる感があって、そうやな。その財務省にヘイト向けるんじゃなくて、まあそういう減税とかにさ、力を入れてる政治家を支持する方向に持っていけばいいのになって思ったわ。確かにな。でも、これを先導しとる政治家、政党がおったとしたら、うん。要は人ってさ、何か一つのことに対してみんなで応援するよりはさ、ヘイトを向けることの方がさ、団結しやすいからさ、確かにそうやな。人が仲良くなる方法って嫌いなやつを見つけること、共通した敵を見つけることらしい。真理やと思うわ。心理学でそういうのがあって、いや、あながち間違いじゃないと思うよ。共通の敵を見つけるっていうのが一番仲良くなる方法らしくて。はいはい。だからこれをもし先導しとる政党とか政治家がおるんやったらやり方はうまいなと思うわ。まあ確かにな、良くも悪くもこうやって話題になっとる時点で、その目論見を果たしとるからな。で、これは噂やけど、まあ、本当かどうかわからんけどな、あくまで。令和新選組がこれを、裏で主催しとんじゃないかっていう話はあるよな。実際最近の記事で見たけど、30代の令和新選組の支持率が、もう自民党を抜いとるらしいね。うん、それすごいよな。と思う。あんなポットでって言ってあれやけどさ、令和新選ここまで躍動するとは躍進してな。すごい。思わんかったからな、最初。最初出てきた時はほんま山本太郎氏のさ、色物かと思ったけどさ、確かにな。国民民主党、令和、自民やったな。俺が見た記事やと。国政政党やからな。もう、そこに割り込んでくるとは。だからこのデモの発信っていう意味では、令和が盛り上がっとるんじゃないかな。そうやな。合っとるかどうかとか、令和の政党がいいか悪いかは別として、やり方はうまいよな。あ、そうやな。まあでもネットの使い方うまいなと思うわよ。ああ、ネットな。確かに。山本太郎が考えとんのかは知らんけど、そういうブレーンがおるんやろな。実際こうやってネットでな、まあ、賛否ある時点でやる価値はあったよな。そうそう、だから、ホリエモンとかひろゆきが意味ないって言っとるけど、デモの目的のな、消費税廃止とか減税とかっていう目的を果たすっていう観点からすると、全く意味をなしてないとは思うんやけど。なしてないし、解体っていうのも無理やと思う。でも、そのデモ自体が何の意味もないってことはないと思うわ。こういうさ、注目されることで消費税廃止を訴えとる政党が、その支持を得られることにつながるからな、多分。そうやな、令和って消費税廃止を結構プッシュしとるからな。だから消費税廃止を支持しとる人たちが生まれることになるような。確かに。ただ、明らかにネット上ではすごいさ、デモをさ、すごい支持しとるアカウントとかポストが目立っとるからさ。実際、ヤフーのニュースの記事とかでも支持されとったよ。ヤフコメとか。正直、個人的にはなんでそんなに支持されるのかよくわからんけど、でもまあ、こうやって支持されるっていうことは、そういう意味では意味があったんじゃない？まあ実際行動に起こすっていうのが大事っていうか。後々の選挙につながることかもしれんからな。可能性はあるからな。そうそうそう。まあ東京だけじゃなくてさ、まあ大阪、福岡、名古屋とかでもこれからあるみたいな話もあるから、だから地方にもだんだん派生してっとるからな。これあれやろ？森永卓郎氏のさ、財務心理教っていう本が発端になったとかいう話もある。ってかまあ、あれもちょっと陰謀論チックなところはあるけど。なるほどね。でも発端というか、一番最初のきっかけは、国民民主党の103万円の壁撤廃っていうのがなかなか通らずに、その自民党がなかなかな、その壁で撤廃しようとせんっていうのに、国民というかまあ反発してる人たちがこうやってデモを起こし始めたって言われてるような。実際自民党が渋るのもなんか分からんけどな。まあいろいろあるんやと思うけど。それは壁を撤廃するとさ、まあ、7兆円、試算で7兆円、税収減になるって言われてるから、っていうことやろ。というふうに言っとるよな。与党の税制調査会が。ただ、このデモをやっとる人たちの消費税減税って言っとる人たちが、実際消費税減税とか廃止したところで恩恵を受けれる人たちではないと思うよな。そうなんよね、結局。今 10% の消費税が 5%、0% になったところでっていう話なんよね。それで喜ぶのは金持ちやからな。そうそうそう。消費税減税するに言っとるやつは消費せんからな。そもそも論で。そもそも消費税そんな払ってないやろっていう。車とかさ、家とか買うならまだしもさ、そんなレベルじゃないから。でも別にさ、消費税少なくすることに関してはもちろんそっちの方が越したことはないけど、
まあ別に 10% だと 10% で、まあ受け入れるって言ったらあれやけど、そこまで行動を起こしてまで抵抗しようっていう気にはならんな。もちろんない方がいいとは思うんやけどさ。でも消費税が減税されたところでさ、物価はな、別に下がらんと思うけどな。あ、そやんな。だってこの消費税込みの金額で満足して買っとるんやからさ、わざわざ下げやんよな。元値が高なるだけやんな。そうそう。その売っとる側が別にな、110円で今売れとるもんをさ、消費税廃止されたからっつって、わざわざ100円に下げるわけじゃないからさ。ないと思うで。しかも減税になったらさ、その分、そのお金出回る量が増えるからさ、もう物の価値はどんどん上がっていくよね。だから結局苦しくなるのは貧困層やと思うけどな。デモしとる人たちが自分でなんか首を絞めることになるんやろうなっていうのは、分かってやっとんのかどうかが、そうやな。回り回って自分に返ってくるのに。自分の首を絞めとることって分かっとんのかなっていうのもあるよな。YouTuber とかってさ、消費税払ってないからさ、そもそも。YouTube の収益ってさ、非課税だからさ、YouTuber って結局消費税還付受けとんのよな。だから、消費税なくなった方が YouTuber って困る立場にあるんやけど、だから YouTuber 自身は消費税の減税を望んでないと思うし、望んどったとしたらその人は多分あんまり税制について詳しくないんかなとは思うけどな。結構擁護しとる YouTuber の動画見たよ。見たっていうか、取り上げられとんの。今回のヒカルとか、あと青白王子とかもなんか取り上げて、それに対して案件が飛びましたとか言っとった。動画出した翌日に。圧力をかけられたって言っとったよな。確か青白王子とかヒカルとかが。言っとった。なんか普通に圧力っていうよりはさ、そもそもヒカルとかはさ、あんまり政治のこと取り扱っとったチャンネルじゃないやん。そうやな。そんな人がさ、政治について語り出したらさ、イメージが違うというかさ、変わってしまうからさ、そういう意味ではスポンサーが離れるたんじゃないの？そういう政治ってさ、結構デリケートな話題やからさ。そう。なんか炎上リスク高いやんな。そんな話題取り上げ出したら。だから単純にそういう財務省とか関係なく政治のことを取り扱い始めたから、スポンサーが離れたんじゃないかなと思うけどな。いや、そうやと思うけどな、俺も。いきなりそんな政治の話出したらどうしたこいつってなるもん。入れ知恵されたかとか、と思ってしまうよな。あと、令和のさ、話になるけど、令和新選組の支持者が多いんかなと思ったんやけどさ、このデモを参加してる人たちら。令和ってさ、消費税廃止って言ってるけどさ、別に減税を主張してるわけではないんやんな。令和新選組の税制の政策を見とるとさ、累進課税の強化とかさ、法人税の引き上げとかさ、要は消費税を廃止して足らん分はサラリーマンと企業で負担しろって言っとるんよ。てか、一概に減税を一辺倒ってわけではないんやんな。違うところから回収すればいいっていう考えやから。そう、だから所得税を納めてないような人たちからしたら、消費税が廃止されたら公共サービスにただ乗りできるからな。いいと思うけど、サラリーマンの負担がどんどん増えていくから、このデモにもしサラリーマンが参加しとんのやったらおかしいよな。矛盾しとるよな。確かにな。自分の首絞めとるだけやからな。でも1000人以上参加しとるからな。海外へのばらまきやめろとか。それ財務省に言ったところでどうなんだこれもなんかばらまきって何か分かってんのかなとはちょっと思うけどな。気持ちは分からんでもないけどな。いや、分からんでもないよ、もちろん。日本人が実質賃金が減っとんのに、海外に金を配っとる余裕はあんのかっていう言いたいことは分からんではないけど。でも極論やけどさ、ばらまきをやめたら国内にいる、外国人がもっと別のやり方でさ、暴徒化する可能性だってあるよな。そうやな。外国人の生活保護とかもさ、それやめちまったら。そう。もうそれこそ闇バイトとかさ。生活に困窮した外国人が暴徒化して治安悪くなるっていうのもあるしな。金を稼ぐ手段をさ、もっと別のやり方で考える可能性だってあるよな。強盗とかさ、それこそ闇バイトとかでさ。だから別に全部が全部ここやめるというわけではないけど。そう。何でもかんでも金を渡せってわけじゃないけどな。やめろって言うんやったらまた別の案をさ、ちゃんと主張した方がいいよな。そうやな。一概にやめろ言っとるだけやったらさ、やめた時にどうなったかっていうのをもっと考える必要が出てくると思う。そうやな。外国の資金援助とかもさ、その自分らが良ければいいみたいな論理で、そういうのやめろって言っとる人もおるけど、あれもほとんど、確か7割はな、借款でな、貸し付けやからな、返ってくるお金やし。せやし、いざとなって外国からの援助が、日本がそれこそ災害とかでさ、援助が必要な時にさ、やりとりがさ、もうなくなったらさ、それはそれで困るのは自国民やからな。あとはあれも外交やからな。そう、外交の一環としてもう割り切るっていうかさ。いや、あれはだから国防の意味もあるんよな。そのお金を貸し付けたり、発展途上国の商品
を高値で買ってあげたりとかするっていう、いい商売相手になることで、他の国が攻めてくるのを防ぐっていう目的もあるみたいな。その商売相手、金づるを攻める国はないからな。まあそうやね。だからそういう背景も含めて行動を移していかなあかんなっていうのは思ったわ。そうやな。まあなんか勉強するきっかけにもなったからやっぱりまあ。そうや、そうデモは意味があったかもしれんわ、でも。そう考えたら。実際な、俺もこのデモがやっとるって知らんだらそこまで調べようとも思わんだから、こうやって影響を少なくとも我々に与えたっていう意味では、デモの恩恵は受け取るよな。でも意味あったと思うけど、まあ実際デモやっとる人らは、デモやったりさ、子供に喋らせて喜んどる場合じゃないやろと思う。もうさっさとお前ら働いて、勉強して知識をつけろとは思うけどな。本当にそう。それはそう。そんな感じで、今日は財務省解体デモが1000人以上集まるようになって、ネット上で議論が白熱している件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。